やっほー。今日はサブチケ面戦特集やで。1年に一度の最強チケット。何取ろうか悩んでいる人も多いと思うんやけど、グラブルって、古戦場、武器集め、ヒーロー掘り、ルシファー攻略と、プレイヤーによって今やりたいことって結構分かれてるから、どのキャラがどこで活躍しているか、という形式で紹介していくで。一応お姉ちゃんは、5周年エンドコンテンツの極みスキン取得、代替のガチャ更新で貯金とかしてるので、キャラ解説はそこそこできると思います。この日のための課金やったんやな。というわけで、ガチめな解説動画になってると思うから、よかったら最後まで見ていってな。よろしく頼む。本日のメニューはこちらです。まずは属性ごとの上位数キャラの基本性能と活躍する場の紹介、強化したい属性に応じて参考にしてみてください。そして、続いては最強キャラ知りたいというキクースさん向けのコーナーやね。基本スペックの高さはもちろん、汎用性も最高峰なキャラをご紹介します。育成方針まだ決まっとらんけど、とりあえずチケ使いたい人向けやね。ピンポーン。では早速ご紹介していきたいのですが、その前に注意点が2つあります。まず、今回のチケットがすごいところは、なんといっても季節限定トリミテッドが取得できることですが、入手難易度は季節限定の方が圧倒的に上なので、季節限定キャラの紹介になります。リミテッドキャラは毎回フェスの交換対象によるから、季節限定を回すついでに取ることもできるしな。そして2つ目の注意点は、今回のチケットは購入期限が4月1日まであるのと、道中にガチャピン様とスクラッチがあるので、交換は取っておいた方が良いということです。そうだよ。サブで交換した後って、妙にガチャで引けてまうからな。じゃあ、まず、非属性の紹介からいこか。ポーン。非属性の季節限定キャラは、この方たちですね。それで、おすすめのキャラは誰でしょうか？おりゃん。非属性の季節限定キャラに、おすすめキャラは一人も、おりゃんねん。1年以上季節限定キャラ実装されてへんから、仕方ないんやけど。現実です。これが現実。ああ、もうめちゃくちゃだよ。非属性マンは水にティナに期待して、強く生きてください。あ、でも、アラナンエッセルで、いろんなマルチを晴らして、属性耐性をさらに広めた罪を考えると、かわいそうでもなんでもないな。それじゃあ、最初は、水属性のおすすめキャラ紹介からいこか。なかったことにしないで。これが水属性の限定キャラ一覧やけど、これを性能中に並び替えると、こんな感じやな。あれ、2人ほどいないような。気のせいよ。今日はガチめな評価やからね。ただ、もちろんキャラ愛で選ぶのもええと思うで。しかし、水キャラは、やはり優秀なキャラが多いですね。ブリザード展開用のイシュミールは、強バハ自発でお世話になるし、ディアンサも、全員、確定 T8 と2プラトンを合わせて、1ターンで大ダメージを狙えるコンボパーツやで。ただ、押村区は、ブリザードは必須ではないですし、ディアンサも、活躍の場が限定的ですかね。エウロペ様に関しては、純粋に、カリオスさんと追撃の悪が被るのと、リミテッド版が優秀すぎるせいで、採用する場面が少ないんよね。キャラ単体で見ればハイスペックなので、キャラ揃うまでは大活躍すると思いますけどね。いろいろ噛み合わなくて残念な感じやね。天使長についてもハイスペックなものの、武器や環境との噛み合いのせいで理想メンバー入りまで、あと半歩というところでしょうか。火力キャラやから、ブレグラや古戦場でも相手によっては、理想編成への採用が考えられるで。そして、水限定キャラの頂点といえば、このお二人ですね。それぞれクリティカル編成、扇編成の中核メンバーになるキャラやで。まずは、みんな大好きカリオスさんから見ていくと。なんといっても、このクリティカル発生時に、自動で追撃1割つけてくれることが強いな。ここに、さらに追撃枠を増やし、会心効果などの余ダメージアップにつなげることで、高い DPS を叩き出せるわけですね。さらに刻印をご消費することで、1アビでバーストも狙える超優秀キャラやな。ディスペルを所持しているのも、汎用性が高まっていいですね。前回の古戦場でも大暴れやったから、カリオスさん取るか悩んでいるキクースさんはぜひ参考にしてみてな。具体的な使い方についても解説しています。ただ、活躍の場が限定的なのが、
残念なところやね。1年に 1.5 回くらいしか開催されない水子船長と、ブレグラくらいですからね。子船長も本戦でしか輝かないことを考えると、1年で活躍するのは10日くらいやるか。これに加えて、技巧クリティカル編成を作らないと、本領を発揮しないのも難点ですね。一応、4月7日にプライマルシリーズが最終されることで、オベロンが、デュランダルと同じ、スキルレベル15の技巧9になるから、少しは技巧編成作りやすくなりそうやで。続いて一世を風靡し、今もなお活躍する扇編成のグレアですね。グレアは、1アビ付与時に、自身に、火力 1.5 倍バフ、さらに、扇ダメージも 1.5 倍という壊れっぷりです。そして、さらなる本領は、この2アビのデュオ効果で、自分と味方1人の扇ダメージを 1.5 倍にすることやな。剣豪やバチラに使えば、実質 1.5 回分の扇が1ポチで増えますからね。毎日のマグナや、半額中のマグナ 1L 連戦、イベントの消化などはもちろん、高難易度適性も高いのが、必殺編成の無理やな。水の必殺編成の汎用性の高さは、グラブルでもトップ3に入り、なんならマグナ2ですら、HP40 から 50% 以降は属性耐性が消えるので、マグナ2連戦でも武器集めに役立ちます。グレイトリバ編成で必殺組めるのも大きなポイントやな。これから育成する人にもかなりおすすめできるキャラとなっております。ちなみに竜効果は必殺武器とはおそらく別枠長山みたいやね。つまりは装備が揃っても活躍の場があるわけですね。なんなら扇長元も伸ばしてくれるしな。続いては季節限定キャラの最攻撃戦区。土属性やで、ここからは見やすいように先行候補に入るキャラのみを表示します。土属性キャラをおすすめ順に分けるとこんな感じになるな。おしなべて優秀なキャラしかいないですが、下から見ていくとマギサとピーラさんがルシファー攻略で超活躍できる性能になっています。土属性には貴重な高スペックかつリスペルと回復持ちやもんな。いれば確実に嬉しいキャラですが、しかしルシファーは最悪1回でもクリアできればいいので、執念サプチケを切ってまで取得するかは悩みどころです。なんならルシファー失踪直後はラブライブキャラで戦ってたからな。今後もさらに回復系キャラが実装されることを考慮すると、やはり取得優先度は低めですね。続いては優先度が高めな三井オブロやな。普段キリッとしてるくせに三井になった途端パリピなサングラスになったり、朝チュンするのやめてもらえへんかな。そんなん店長不可避やんけ。半型マッカーひいきにという余談は置いておいて、余談長すぎ。性能に話を戻すんやけど、三井オブロはなんといっても全属性唯一無二の3ターン全体カバー&防御 300% アップと火ダメ長元持ちなんよね。火ダメ長元とは1回の攻撃で1500以上のダメージを受けない効果ですね。もちろん全体への攻撃をかばう場合には4人分の合計6000ダメージにはなりますし、多段ヒット技や無属性ダメージにも本領を発揮しづらいですが、6周年現状の大抵の攻撃を3ターンしのいでくれます。アルバハの破局やルシファーのパラロスといったグラブルで最高峰のダメージ技も受けられるな。そして何より素晴らしいのが、それが開幕から1ポチで発動できることです。土属性で使えば純粋に最強の防御キャラとしてアルバハでも多属性出張して 85% のキルフレアまでの受け要因、賢者交代のための布石にも使えます。最近だとグランデでのヒヒーロ掘りなんかでも多属性出張で使われるな。こちらについてはまた別の動画で解説しますが、まとめると水見モブロの防御性能はグラブル随一なので、今後も替えが利きづらいキャラとして活躍が見込める強キャラとなります。一応似たキャラでリミテッドピーラがおるけど、こっちはオーンゴやないと3ターン持たへんからな。さて続いては土属性最強アタッカー集団のご紹介です。この2人とも TA 確定ができるので、皆無のコピーも組み合わせることで主人公以外を確定 TA にできます。しかもゼタラ側追撃8割&TA 確定&火力 1.5 倍が8ターン持続するという壊れぶり。マジです。カイムくんがゼタラガの1アビをコピー対象にできちゃうのがなおさらヤバい感ありますね。そしてそんなゼタラガを差し置いて土のサプチケおすすめ1位にしたのはナルメアサンタさんなんだけど、こちらも確定 TA と追撃8割はもちろん最終ウーノと同じ1ターンの間ずっと大幅攻撃力アップがあるからなんよね。お待たせしました。火力を貸しすぎ、ほとんど一人で3人分のダメージ出しとるからな。
そして、この編成の使い道なんやけど、この火力至上主義ファンタジーにおいては、基本的にどこでも使えて、なおかつ、古戦場での活躍も見込まれとるで、通常上限アップやゴリラなどを使ってない、テンプレマグナ編成でのお試しでしたが、それでも1ターンで約3700万、つまりは、90ヘルの4200万ですら、お手軽ワンターンキル圏内に入れられそうなんですよね。何より、ナルメアさんは、長期戦にも向いとる、性能しとるんやけど、詳しく話した過去動画があるから、ナルメアさん取るか悩んでる人は参考にしてみてな。動画説明欄にリンクを載せておきます。さて動画も折り返しの4属性目なんやけど、風属性は正直、現状やと、おすすめキャラがおらんのよね。いや、もちろんクリスマスミオンは、初心者から上級者まで大活躍できる超優秀キャラで、なんならうちも欲しいくらいなんやけど、問題は、直前に風子船長が終わったばかり、という点なんよね。どんなに強くても、使える場面がないと、宝の持ち腐れですからね。まあ、その、強力なデバフと扇倍率を利用して、風クリュ編成を日頃から使う。つまりは、他属性の日課消化にも使うようなら、ありな選択かとは思うんやけどな。あとは、やっぱりゴブロ連戦でも活躍できるので、そこも評価点です。ただやっぱりゴブロ連戦以外に、絶対ミオンじゃないと。という場面が、少ないのが残念よね。次回古戦場開催までに、新キャラに席を取られている可能性もありますからね。サプチケの開催時期が、あと1ヶ月早かったら超おすすめだったんやけどね。さて続いては光属性ですが、完全に一人だけルックス採用な人がいますよね。バレなきゃ犯罪じゃないんですよ。まあ、多少はね。はい。光の季節限定のおすすめは、この二人です。二人とも火力を出す上で、大きく貢献してくれるキャラなのですが、ハレゼナの方は、装備が完成している人向けのキャラになります。3アビの条件付き、デメリット付きの、2ターン TA 確定が本命な性能やね。相手の火力も上がってしまうので、無難に編成するといった運用ではなく、他のキャラや石と組み合わせて、バーストを狙う必要がありますね。具体的には、春丸で追撃と光属性バフ、リミジャンヌで上限突破よね。これに2プラトンや、黒麒麟、アフロディーテでの再利用を組み込んだ。光の火力特化パーティーは、現状での光最高峰の攻撃編成やね。古戦場や闇ボスでの MVP 争いはもちろん、水着ゴブロなどを組み込んで、グランデ HL でのヒヒード掘りなども可能です。ただ逆に言えば、ハレツェナの性能を引き出すには、装備と他キャラが揃ってないと難しいから、光育てた人がさらに強くなるためのキャラ、という評価になるな。その点、水着春丸は強力な自己バフと、味方全体の支援で序盤から活躍できますし、育成が進んだら無属性と回復で、ルシファー適性もあり、さらには、高火力のコンボパーツにもなる完璧ぶり。光キャラの中であれば、一番におすすめできるキャラと言えます。はい、最後はいよいよ闇属性。うちの一番好きな属性やな。そんな闇属性の季節限定おすすめキャラは、チョコと一緒にうちの思いも受けやっぱ無理。これ以上は恥ずかしい。強靭無敵最強。はい、ルックスもボイスも性能も最強クラスのクラリスちゃんやで。何が強いって全部強いんですが、一応列挙してみますと、まずコンセプトとしてターン経過で強化されるというスタイルになっています。味方全体に毎ターン別枠 1%、最大 30% バフやな。差別化点も多いとはいえ、軽々と10件茶超える効果量ですからね。さらには10ターン後からは、奥義、アビリティともに強化されるという一文も含まれるで、その影響で1アビをマウント、幻影、バリアガードと、ピチポチに搭載していい量のバフを超え、2アビは扇加速に止まらず、扇性能まで高めて、なんなら扇性能の上昇量も、クラブル最高峰のことつば破傷感と同等とか、もはやそれだけで、何人のキャラの上位互換になってるか、わからないレベルの性能をしてます。3アビも、無属性200万ダメージ、グラビティ、ディスペル2回、というぶっ壊れ、性能になっていて、さらにサポアビにより、3アビ使用したターンは、ターン加速までできるという、至れり尽くせりな仕様やで、自ら10ターン目以降まで押し込んでいける、スーパー一人シナジー効果ですね。そして、活躍の場はその性質上、10ターン以上経過するバトルになるわけやけど、もともと、高難易度向けな性能であることから、あまり問題にならない結果になっとるで、戦力によって、
必要な討伐ターン数は変わるので、戦力が整ってない時ほどどこでも活躍しますが、最終的にはルシファー特攻キャラとしても力強くパーティーを支えてくれますので、サプチケで取得しても絶対に後悔しないキャラと言えるでしょう。一人だけ2022年くらいから迷い込んだオーバースペックやからな。あとはボスのギミックなどでターン経過が加速する場合にはさらに活躍しやすくなるので、アーカー社などでも適性が高いですね。まあ本格的に非勝利するなら理想メンバーからは抜けることも多いけど、バレクラは火力だけがのうて安定性も含めての最高評価やからな。あとはおまけのように書かれている主人公の大イメージ上昇量アップやけど、昨今の強力な主人公奥義パフを回すのにも便利やし、サブ面にシャルロッテ団長を採用した片面風流編成では、このようにクラリスのニアビだけで全員がフルチェーンすることができるようになります。本来なら 30% しか奥義ゲージ上昇しないので 95% で主人公のオンゲージも止まってしまうんですよね。でもバレクラならこのように1ポッチでフルチェーンできるから、奥義周回編成でイベント消化や肉集めの手伝いもできるで、高難易度から周回までまさに何でもござれですね。はい、というわけで各属性のおすすめキャラ紹介終わりやで。続いては全属性総合ランキングですが、早速発表していきましょう。3位は汎用性と使用頻度、4月古戦場での活躍も含めてミズングレアのランクインやな。なおミズングレアに関しては装備育成中の人向けの評価になります。水属性は必殺系の武器が多すぎて、ミズングレアおらんくても装備揃えば簡単に肉集めやイベント周回できるようになってまうからな。ただ必殺武器が揃ってもグレアは奥義上限上昇と紅葉バフで奥義編成を強くしてくれるので、技巧編成に手を出すまではまずスタメンから外れることはないでしょう。技巧クリティカル編成といえば個人的には推しメンのカリオスさんをランクインさせたかったんやけどな。理想編成での最高時速を追い求めるなら現状は必須なんやけど、活躍の場が古戦場とブレクラに限られ、さらには装備の要求ハードルの高さもあって、今回は上位3キャラからは外れてもうたで。実際前回古戦場のために火玉突っ込んだ技巧編成やけど、古戦場で遊んでからはこれっぽっちも触ってないからな。六竜マルチなど今後のボスに期待ですかね。さて続いては2位の発表です。2位は団長ちゃん、ナルメアサンタさんだよ。強いですね。当たり前だな。僕もそう思うにゃわ。一応ランクインの説明をすると、他の追随を許さない火力の高さゆえやね。火力があれば何でもできる世界ですからね。土属性で言えばセタラマも優秀やけど、追撃と TA に関しては今後実装のキャラ次第でパーティーから追い出されることもあるだろうし、何よりナルメアさんがぶっ飛びすぎて、今後ナルメアさんを追い出せるキャラが出るまで相当時間がかかるのが確信できてるからなんよね。せっかく執念サプチケで取るなら強いだけではなくて長く使える方がいいですもんね。そしてこのアニバチ系おすすめキャラという超激戦なランキングで1位に輝くのはバレンタイン・クラリスやで。本当に魅力的なキャラが多くいるグラブルですが、ここまで強くかつ活躍の場が多く、エンドコンテンツのルシファーでも必須級という貴空士のニーズをあらゆる側面から解消してくれるキャラもそうそういないかと思います。季節限定に限らなければ三井総意のような何年環境に居座ってんねんみたいなキャラもおるけど、個人的にはやっぱり入手難易度の点からアニバチケは季節限定キャラに使うのがおすすめやで。もちろん選択の自由は個々人のものなので、リミット機や季節限定石を取ってもいいかとは思います。ただその選択の際にこの動画が少しでも参考になったなら嬉しいです。10分くらいの動画にするつもりが真剣に考え込んでたら20分になってもうたからな。それでは皆様良い6周年ライフを。また次の動画で会おうな。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。もし動画がお気に召しましたら、チャンネル登録や高評価いただけると嬉しいです。いただいた応援に応えられるような動画を作っていけるように頑張りますので。それでは、ぶしつけなお願い、
失礼しました。またの動画でお会いできればと思います。